ハローマットです。ニューヨークを歩いていると意外ですけど行列を見かけますよね。でその中には飲食店も多いです。で今回は行列のできる飲食店のベスト5をお話ししたいと思います。そしてその条件はある程度席数があって回転力のあるところです。ですから飲食関係のお仕事をしている方も参考になると思います。では行きましょう。今日お話ししながら歩くこの場所は双方です。ここがブリーカーストリートステーションですね。でこちらがハウストンです。ここですね。イーストハウストン。そしてラファイエットとの交差点ですから、こっちがラファイエットですね。ハウストンを背にしてラファイエットを南に歩いていきたいと思います。でここにね、ニューエラの新しいショップができたんですね。ちょっと覗こうかな。で今回のこの行列のできるお店は単品のお店は除外してます。だから例えばレオンベーグルのようなベーグル屋さん、いつも行列ですけど、今ね入れてくださってる、少しだけ Thank you so much. No problem. 今取ろうとしたら入れてくれたんで、ニューエラのね、これフラッグシップショップじゃないですよね。大きいですね。で話を戻すと単品勝負なんですね。アイスクリームとかそういうのも全部除外して、要は食堂ですね。ある程度の席数とメニューがあるところで選んでます。でまずベスト5の第5位、これがヘルズキッチンにあるウエストウェイダイナーです。でこのダイナーはあまり日本で知られてないと思うんですけど、毎朝ね行列が結構できてるんですね。ですけどものすごい回転力なんです。なのでたとえ訪れて見た時に30人ぐらい並んでたとしても、おそらく20分待つことないと思います。ですからぜひね行ってみたら面白いと思います。でここがねコーヒースポットのラ・カブラですね。イーストビレッジに本店があって、本店っていうかニューヨークの1号店がイーストビレッジにある。今ラ・カブラを越えて、ですからコーヒースポットとかも今回は除外してます。ウエストウェイダイナーに話を戻すと、では食事がおしゃれかというとそうではないんです。すごく大雑把というか荒っぽいというか、サービスをしてくださる方も同じようにねカジュアルで、とにかくスピード重視ですね。ですからこういう形でも飲食店うまく経営できるんだなっていう代表的なお店です。でミッドタウンから歩けるので、ミッドタウンに宿泊されている方、ぜひ足を運んでみるといいと思います。でここがラファイエットとプリンスの交差点ですね。プリンスの方に行こうかな。で次に第4位、これがレキシントンキャンディーショップですね。でここは日本のガイドでもよく紹介されている有名なアメリカンダイナーです。でアッパーイーストサイドのダイナーなので、ものすごく古くからあるんですけど、先ほどのウエストウェイダイナーよりは洗練されてます。でここはもう説明不要なんですけど、コーラもねすごく有名なんです。自家製の。なのでぜひチェックをしてみてください。ここねスチューシーですね。やっ
ぱりステューシーすごいですね。そして次に第3位、これがベースセルカです。このベースセルカはイーストビレッジにあります。僕のイーストビレッジの動画でもご紹介していて、すごく席数があるんですけど、ここもね回転力ありますね。特にランチはいつも外にどうだろう、30人40人は並んでると思います。それでも少し待つとね席に案内してもらいます。でこのベースセルカはおそらく、ウクライナビレッジにあるので、東欧系の方とかがふるさとの味を求めて足を運んでるんだと思います。で僕は食事をした時に結構ね周りの人とお話をすると、カザフスタンの方とか、あとタシケントって言ってたんでウズベキスタンで、そういう中央アジアの方もいらっしゃってました。なので東欧から中央アジアのお客さん多いと思います。で次が第2位ですね。第2位がブリーカーストリートにあるジョーンズ・オブ・ブリーカーストリートで、このお店はウエストビレッジの階で最後の方に少しだけ前を通ったんですけど、イタリアンのカジュアルな飲食店ですね。でピザが有名で、このジョーンズは結構映画スターの方がね足を運んでます。ちょっとこっちに曲がろうかな。で先日はねすごく空いてて入れたんですけど、お店の方に聞いたらニコラス・ケイジとか、あとベッカムなんかも来たことがあるって言ってました。ですごくね狭いお店で隣のテーブルと近いんですね。なので映画スターとかがもし来てたら話しかけることができそうな、そんなお店ですね。でここがアップサイドピザのある交差点で、交差点名がここか、マルベリーとスプリングですね。でこの交差点を背にしてスプリングを西の方に向かいます。でいよいよ第1位。第1位はニューヨークでおそらく一番有名なお店だと思います。カッツデリカテッセンです。で本当はここまで有名なお店第1位にしなくてもよかったんですけど、やっぱり毎日行列がすごいのと、いろんな YouTube で紹介されてるので、今更ね、お話しするまでないんですけど、今の時代に合ってると思います。というのはこのカッツデリカテッセンが映画で紹介されたのがメグ・ライアンの映画だと思うんですね。そのメグ・ライアンの話の前に、ここがロンバルディーズですね。ロンバルディーズはニューヨークで一番古いイタリア料理の店です。ピザの店ですね。で話を戻すと、そのメグ・ライアンの映画フェン・サリメット・サリー、いや違うな、フェン・ハリーメット・サリーかが現代で、日本の題名が恋人たちの予感ですね。でその恋人たちの予感でこのカッツデリカテッセンのパストラミサンドが登場するんですけど、今の方がインスタ映えするようなそういう見た目になってる気がします。だから時代に合わせてこう少し変えているっていうところもすごいなと思います。
で今回このカッツデリカテッセンを1位にしたのは、ワールドカップのサッカーの期間中にノルウェーのフォワード、マンチェスターシティのエース、プレミアムリーグの得点王ですねのハーランドも訪れたって言ってました。だからそういうお店なので、ぜひ、小ネタにしてね、カッツデリカテッセンに足を運んでみるのがいいと思います。でここがエリザベス。このすごい行列がカッツデリカテッセンの行列です。さっき僕がお話ししたノルウェーのユニフォームの方もいらっしゃいますね。ハーランドのことを聞いて並んだのかもしれません。すごいですよね。今ね、これで2時ですからね。ただ今日日曜日、今日土曜日か。今日土曜日なので、それもあるかもしれないですね。こんな感じです。でそうするといよいよお店がこれですね。すごいですね。今日これで僕が今まで見た中で一番並んでますね。これです。なので1位なのが分かっていただけると思います。でこのエリザベスを越えてそのまま西の方に進みます。ちょっと工事と駐車車両がすごいんですけどね。そうですからやっぱりカッツデリカテッセンが1位だと思います。で今日最後に皆さんにお見せしたいのは、ここも大行列のお洋服のシュープリームですね。このシュープリームの本店、今日はそれほどでもないですね。なので飲食店以外も行列の店、このようにあります。今日はニューヨークで行列のできる飲食店ベスト5、それもある程度の席数のあるところですねをお話ししました。で僕のチャンネルではニューヨークの旅行ガイドとともにこのようなお話もできればと思ってます。で面白いと思ってくださったらチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では失礼します。